霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著3腰入れ。やがて私の娘時代にも終わりを告ぐべき時節が参りました。女の一生の大事は言うまでもなく結婚でございまして、それが幸不幸、運不運の大きな分かれ道となるのでございますが、私とてもその型から外れるわけには参りませんでした。私の三浦へと着きましたのはちょうど20歳の春で、山桜が真っ盛りの時分でございました。それから荒井城内の十数年の武家生活、随分楽しかった思い出の種もないではございませぬが、何を申してもその頃は殺伐な空気のみなぎった戦国時代、北条何がしとやら申すずるい成り上がり者から戦いを挑まれ、幾度かの激しい合戦の挙句の果てが、あの3年越しの長野籠城、とうとう武運つたなく三浦の一族は、夫をはじめとしてほとんど全部城を枕に討ち死にしてしまいました。その自分の不安、焦燥、無念、痛心、今でこそすっかり心の平静を取り戻し、別に悔しいとも悲しいとも思わなくなりましたが、当時の私どもの胸にはまさに修羅の豪華が延々と燃えておりました。恥ずかしながら私は一時は神様も恨みました。人を呪いもいたしました。どうぞその頃の物語だけは差し控えさせていただきます。大江家の一人娘がなぜよそへ嫁いだかと仰せでございますか。あなたの誘い出しのお上手なのには本当に困ってしまいます。ではほんの話の道筋だけつけてしまうことにいたしましょう。現世の人間としてはやはり現世の話に興味を持たれるか存じませぬが、私どもの境外からはそういった地上の事柄はもう別に面白くもおかしくも何ともないのでございます。私が三浦家の嫁入りにつきましては別に深い司祭はございませぬ。夫は私の父が見込んだのでございます。頼もしい人物じゃ。あれより他にそちが夫と貸し付くべきものはない。ただそれっきりの事柄で、私はおとなしく父の仰せに服従したまででございます。今の世の人たちから頭が古いと思われるか存じませぬが、古いにも新しいにもそれがその時代の女の道だったのでございます。そして父のつもりでは、私たち夫婦の間に男子が生まれたら、その一人を大江家の相続者にもらい受ける下心だったらしいのでございます。見合いでございますか。それはやはり見合いもいたしました。夫の方から里へ訪ねて参ったように記憶しております。今も昔も同じこと。私は両親から呼ばれて挨拶に出たのでございます。その頃夫はまだ若うございました。確か25、6歳。縦横揃った筋骨のたくましい大柄の男子で、色はあまり白い方ではありません。目鼻立ち尋常、ひげはなく、どちらかといえば面長で目尻のつったキリッとした顔立ちの人でした。歴史に80人力の荒武者と記してある。ほほほほ。夫はそんな化け物ではございません。キューバの道に身を入れるぶばった人ではございましたが、80人力などというのは嘘でございます。気立ても存外優しかった人で、見合いの時の夫の服装でございますか。服装は確か狩衣に袴を履いて、お定まりの大小二腰、そして手には中継を持っておりました。婚礼の式のことは、それはどうぞお聞きくださらないで。格別変わったこともございません。調度類は前もって先方へ送り届けておいて、
後からカゴに乗せられて、大きな行列を作って乗り込んだまでの話で、式はもちろん夜分にあげたのでございます。すべては皆夢のようで、今さらその当時を思い出してみたところで、何の興味も起こりません。こちらの世界へ引き越してしまえば、めいめい向きが違って、ただ自分の歩むべき道を一心不乱に歩むだけ。したがって親子も兄弟も夫婦も、こちらではめったに付き合いをしているものではございません。あなた方もいずれはこちらの世界へ引き移って来られるでしょうが、その時になれば私どもの現在の心持ちがだんだんお分かりになります。そんな時代もあったかな。遠い遠い現世の出来事などはただ一辺の幻影と化してしまいます。現世の話は大概これでよろしいでしょう。早くこちらの世界の物語に移りたいと思いますが。何？私が死ぬる前後の事情を物語れとおっしゃるか。それではごく手短にそれだけ申し上げることにいたしましょう。今度こそいよいよそれっきりでおしまいでございます。